オラブエノスタイルです。こんにちは、千葉さらです。皆さんお久しぶりです。多分8ヶ月ぶりの動画だと思います。サボりすぎ。てかなんかやる気出ないとさ、動画作ってもなんか変な動画になっちゃうんだよね。ということで、前回宮古そば特集をしたんですけど、DM をいただきまして、宮古そば以外でもおすすめのお料理屋さんを教えてくださいっていうコメントがいただいたんですけど、確かに私も動画撮ってたんですよ。めちゃくちゃ動画撮ってたんですけど、ごめんなさい、もう本当にちょっとなんか特集系ってめんどくさいんですよ、編集するのね。なんかもうその日の動画と全部集めてさ、なんかもう順番決めたりさ、なんか住所書いたりとかなんとか言ってるけど、結局好きだから作るんだけどね。ただちょっとね、めんどくさいからなんか時間かかっちゃうっていうか、そう。ということで、たった3ヶ月ですけど、住んだ私がおすすめする宮古島グルメという特集を、作らせていただきました。ぶっちゃけ言うと、動画が、1年半前ぐらいの動画なんで、もしお店が変わってたらすいません。メニューが変わってたらすいません。てか宮古島のイメージって新しい店どんどんすぐできるイメージあるから、多分私の情報マジで古いと思う。あとは私の好みで進めてんので、もうそれを全部ね踏まえた上でご了承の上ご覧ください。もうさ、撮ってすぐ編集とかマジでできないんだけど、どうしたらいいの？でも本当に今回は全部私の好きなお店だったし、いい思い出でもあったんで、やっぱ編集しててよかったなーってすごい思うし、そのねお気に入りのお店をご紹介するので、ぜひ皆さん最後まで見てってください。では早速いきましょう。スタート。今日は翔さんにめちゃくちゃうまいというスイーツ屋さんに連れてってもらいます。本当に美味しいですか？いや本当に美味しい。最近できた。おすすめは島豆腐ジェラート。なんかまずそうだな。まず1軒目はおすすめしてもらったジェラート屋さんです。すごい。泡盛レーズンなんてある。これ絶対美味しいじゃん。どれが一番人気ですか？マンゴー。この宮古島マンゴーが。前島豆腐だけのってなかったですか？そういう日もあります。今日は置いてないです。沖縄プラス宮古だからこそ食べれる味っていうのがあって、めちゃくちゃ面白かったです。いいですか？って分かってるじゃん。いや悪いっすよ、そんないつもおごってもらっちゃって。兄さんあざっす。楽しみ。おお、来た。青森レーズンとピスタチオでございます。はい、ありがとうございます。すいません。なんだっけ？こちらは島豆腐枝豆と塩チンスコ。おお、チンスコ好きじゃないからやな。よし、食べよう。すんごい青森の香りが。本当だ。やばいよね。すごい。いただきます。おお。めっちゃ泡盛の味する。これは素晴らしいね。ピスタチオ。めちゃくちゃうまい、ピスタチオ。うまいね。濃いね。結構酒強いですよね、この青森。もうとにかく味が濃厚で香りも引き立ってて、すごいジェラートだなって感動しました。美味しい。ここ宮古来たら来てみてください。うまい。お次はポツンとした場所にあるあったか屋さんです。なんか私の印象ね、みんなあったか屋さん好きなイメージがあった。すごいおすすめされた。で、翔さんからはここのお店のごまそばがめちゃくちゃ美味しいよって言われたんですけど、ちょっと今回は無視します。おすすめは養生定食ですね。じゃあそれで玄米に変更で酵素ジュースって500円です。500円。じゃあそれお願いします。口コミで確かこれめっちゃおすすめって書いてあった気がする。生姜って普通に読んでて、私さっき間違えて電話してさ、すいません今日生姜焼き定食ありますか？いや、うち生姜焼き定食ないんですけどって言われて、なんていうの？明星？養生定食。なんでか生姜焼き定食に読んでた。白米を玄米にできるのがめちゃくちゃ嬉しいね。酵素玄米ってなってるよ。最高じゃん。うまっ。めちゃくちゃうまい。なん
といってもこの酵素玄米食べれたのが本当に嬉しかった。なかなかお店でも酵素玄米ってないじゃないですか。そういや、めっちゃ体に気を使われてる素敵なお店だなと思って、お野菜もたっぷりですごいなんか久々に健康的なお食事をしたなって感じました。素晴らしいぐらいもっちもちで、もうあっぱれでした。本当に玄米の香りがすんごい香ばしい香りがスーって鼻から抜けていくの。私さ、家でも作るんだけどさ、ここまでうまく作れないんだよね。どうやって作ってんの？とにかくね、旬のお野菜を使ったお料理ばっかですごく美味しかったです。はい、そんな感じでね、体の芯からなんか喜びを感じた食事でした。なんか多分季節とかにもよってね変わると思うので、メニューとか、あとはこうしてディナーメニューもあるので、ぜひ皆さん飲みに来たりとかもしてみてください。あとお弁当とかも買えるし、ここでしか買えないラー油や味噌もあるみたいなので、そこら辺も楽しんでみてください。ごちそうさまでした。お次はわたわたさんです。ここは雑貨屋さん兼カフェですね。お店の中入るともうめちゃくちゃ可愛い雑貨が売ってました。お土産とかでもね立ち寄れるすごいいい場所なんですけど、私はここのコーヒーをね翔さんにおごってもらった時、何めちゃくちゃうまいと思って自分でも買いに行きました。いろんなスイーツとかも売ってるんで楽しめると思います。で、私のお気に入りがこのダルゴナコーヒーシリーズのショコラかな。めちゃめちゃ美味しいです。最初もらった時これどうやって飲むのって思ったけど、でも飲んでるうちにだんだんね沈んでいくじゃん。で泡も沈んでいくの。その時に蓋閉めてかき混ぜると、最初は甘いんだけどだんだんコーヒーの味が濃くなるの。それがすっごく美味しくてめちゃくちゃハマりました。はい、お次はそば特集でもご紹介した新間そばさんです。もう本当に私好きすぎて、ちょっと今回の特集にも載せさせていただきました。ちょっとねダブってるお店なのでパパッと紹介します。もうここの汁がねすっごいお出汁が効いててめちゃくちゃ美味しいんだけどって本当に感動しました。さっぱりそうに見えるけどね、すごい個性があって本当に好きなお蕎麦です。いやでも都そば屋さんは本当にたくさんあるから、人それぞれね好きなお店ってバラバラなんだけど、いろんな人が新間そば美味しいよって言ってたし、個人的にも美味しいなって思いました。全部は回ってないけどね。でこの自家製縮れ麺というのがもうめちゃくちゃスープと絡み合って、もうちゃんと味をね持ってきてくれるの。もう本当に美味しくておすすめなんで、ぜひ行ってみてください。都そばについてもっと詳しく知りたいって方はこちらの特集ご覧ください。お次は空庭さんのチーズケーキが超おすすめなのでご紹介します。ここはホテルとつながってんのかな、カフェなのかな、ちょっと詳しくはわからないんですけど、なんかおしゃれなテラスとかもあったからランチするにもすごいおすすめです。で美味しそうなのがいっぱいあった。でね、私が一番勧めたいのがこの黒糖くるみといちじくの雪塩チーズケーキが本当におすすめです。私普段ねケーキ系でうなることってあんまないんだけど、本当にね一回食べたら忘れられなかった。なんかくどくない甘さだし、ちゃんとチーズの濃厚な味もするんだね。でもっていちじくの果実の自然な甘みとプラスくるみのさっぱり感、もう本当に相性が良かった。こう散らばってる雪塩のちょっと塩加減がすごいいいアクセントになってて、もう私めっちゃ気に入っちゃった。人気のお店だから人が多くてちょっと撮影しなかったんですけど、店内も本当におしゃれだから、ぜひ皆さんランチカフェとして行ってみてください。でお次のお店もサマー太陽さん2度目のご紹介ですね。ここのラーメンも本当に美味しかったです。もう車エビそばたまんない。もうエビのエキスこれどうやって出してんのってぐらい本当に感動したんですけど、パパッとこれも紹介しちゃうんで、もし気になる方は動画があるので見てみてください。やばい、味がフラッシュバックしてきた。やばい本当に美味しかったんで、もうスープはもちろんのこと麺も美味しかったし、あとはねなんかチャーシューもすごく美味しかったイメージがある。もうすごく絶妙なちょうどいい油加減と肉厚で私はすごい好きでした。であとねこうやってエビを最後食べるんですけど、これももうたまんなかった。でちゃんと染みてる。もう美味しすぎて汁全部飲んじゃいました。本当に美味しかったです。ごちそうさまでした。コロナビールがある。どうしよう。すいません、こんにちは。タコライスサイズアップ1つとタコス1つ、あと目玉焼きも入れてほしいです。はい。
お願いします。で、コロナビールってあれ売ってます？こういうの売ってまあ、お願いします。住み始めてす。あ、そうなんですか。ちょっと今いろいろと探索を。いつから？ 2週間前に引っ越してきました。めっちゃ最近。そうなんですよ。ありがとうございます。おでこがピッカピカっすね。めっちゃ綺麗なおでこ。いやいや、ゆで卵って呼ばれてました。しょっちゅう呼ばれてましめっちゃ綺麗。た。ありがとうございます。はい、7、8分ぐらいではい行きますね。これは、番号札です。あありがとうございます。いいね、遊び心があって。かわいいお店。シーサーネードうまそうだな。シーサーガフ。うわー。ダメだもんね、お腹すくとさ、すごい買っちゃうの。わかるよね。ちょっとやめよう。はい。はい、コロナですね。はい。ありがとうございます。ありがとうございますまたお願いします。腹減った。早く買って食べよう。天気が良かったので家の近くにあったビーチで食べました。でこのトゥリババイゼンっていう宮古島の地ビールなんですけど、すごくフルーティーで飲みやすいビールです。そうなんでこれを飲んでるかっていうと、コロナ飲みたかったけど栓抜きないことに気づいて、ミスったーと思って、もう家近いからさ別に取りに行きゃ飲めるんだけど、なんかそれすらめんどくさいみたいな。だからもう手で開けれるトゥリババイゼン飲みましたもうなんかね変なところにめんどくさがりが出るんだよね。タコスとタコライスを食べたんですけど、普通に美味しいと思います。ごめんなさい、私タコライス嫌いなんですよもちろんここのタコライスはすごく人気なんですけど、私はハサマーズマートさんのチキンプレートがめちゃくちゃうまいって聞いたんですよ。でぶっちゃけそれを買いたかったんだけど、確か日曜日限定って書いてあったのかな。もう買えなくてこの日もうすっごくショックだったの。結局タコライスを頼んだんだけど、もう次はぜひチキンプレートを、ぜひ食べてみたいなって思います。もう本当にすごくみんなが美味しいっていうの。お店もしかしたら移転してるかもしれないので、インスタグラムとかでチェックして行ってみてください。とにかくね、スタッフさんがめちゃくちゃ良かったね。なんかまた行きたいなって思える素敵なスタッフさんでした。お次は居酒屋の出入り口さんです。こちらはね2店舗あるみたいなんですけど、私は多分本店なのかな。ここもう一言で表すと予約が取れません。はい、手首拝借します。ナイさん、ショートパンツの膝掛け持ってきます。ありがとうございます。すいません。サンダルマさんに膝掛けお願いします。もう到着してすぐ思ったのがマジで接客神だったなんかもうちょっとね、初めて入り口でこんな感動したの。すごい気遣いのいい素敵なお店です。で確かおすすめの欄に書いてあったこのお魚料理が本当に美味しかったです。もう香りがやばい。このお魚ってごめんなさい、何ですか？クルキンマチ。クルキンマチ。クルキンマチ。マチ科のお魚で、マアマチとか青マチとか赤マチとかいっぱいありますけど、クルキンマチというマチのお魚。このクルキンマチっていうお魚ももちろん美味しかったんですけど、出入り口さんが作ってるこの衣の味っていうの、もうめちゃくちゃガーリックとなんだろうな、バター使ってるのかな、すっごく味が効いてて、もう本当に美味しかったんですよ。あとね、これ本当にやばかった。これはねマジでやばかった。おすすめのコーナーに書いてあったの、イカスミ焼きそばって、頼むじゃん。本当に美味しかったの。もう食べた瞬間鼻から抜ける出汁の香り、どんだけ出汁使ってんのってぐらい出汁が濃くて、イカスミの私イカスミ大好きなんだけど、ここまでうまいイカスミパスタとか焼きそば初めて食べました。もう忘れられない一品です。もうとにかく料理が最高すぎたし、もう接客も神対応だから、さすがに生きてんと思いました。お次はつまんで飲める宮古パーラーハイサイ。実はここで私バイトしてましたもう 2,3 年ぐらい経つのかな。私が入った時は新しいお店でした。この店はね、内装も綺麗だし料理も映えるから、本当に若い子からも人気だったし、味が美味しいからもう大人の人まで本当に大人気でしたね。このね、島ガツオの漁師だれめちゃくちゃ美味しいからね、ぜひ食べてほしい。もうこのシェフの特製ソースがもう新鮮な島ガツオとすっごい相性がいいの。めちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ食べてほしいです。
サトウキビも目の前で絞ってくれるんですよ、こうして。だからね、もう絞りたてが本当に美味しいです。お酒に入れてサワーとして飲めます。ノンアルで飲めたかな、ちょっと忘れたけど、甘くて美味しいんですよ。もう沖縄感満喫できます。あとはなんといってもね、この土鍋ジューシーよ。これは本当に絶対約束して。絶対食べてほしい。もうこの土鍋ジューシーは作るのに時間がかかるので、お腹いっぱいになる手前ぐらいで注文しといてほしいです。そしたらちょうどよくね、最後らへんに来たりするんで。本当に食べてほしいのね。お腹いっぱいでもちゃんとおにぎりとして持って帰らせてくれるから、もう絶対頼んで。お願いだから。ラフテー、魚、タコライスって3種類の味が選べるんだけど、もう私は絶対ラフテー推しです。絶対ラフテー、絶対とは言わないけど、ラフテーを頼んでほしい。本当に美味しいから。とにかく店長兼シェフの料理って全部美味しいのね。もう本当にすごいセンス高い人だなって私も働いてて思ってたし、全部美味しいからもういろいろ頼んでみてください。で、結構お料理とかも飲み物とかも本当にインスタ映えするような本当におしゃれな感じで盛り付けてあったりするし、もう味も映えも働いてた私が保証するんでぜひ行ってみてください。で、次はね、ここのお店すごい好きだったんですよね。アイスランドブレーウィング多分そう、タコスなんですけど、最初見た時さ、なんだこれ、ラーメンかな、うどんかなみたいな感じで思ったんだけど、よーく見たらタコス屋さんじゃんと思って、こんなおしゃれなタコス屋あんのと思ってねそうずっと入りたかったんだけど、なんか雰囲気がおしゃれすぎてさ、ぶっちゃけ入りづらかったの最初。本格的なタコスっぽいから、多分私めっちゃ好きだと思う。私の大好きなケサディージャ。もうお店入った瞬間、もう可愛い。もう可愛い全部。もうもう一人でさ、コーヒーとかなんかクラフトビールとか飲めるんですよ、ここね。そうなんか飲みながらもうパソコンとか作業したいなっていう、本当におしゃれなんだけど入ってみるとすごい落ち着く感じのお店でした。もうとにかくクラフトビールが本当にいろんな種類あったんで、私ビール嫌いだけどなんかめちゃくちゃ面白かったです。なんかワインとかもいろいろ置いてあったんですけど、なんか見たことないのばっかですごい楽しかった。そう、私みたいにビール苦手な人でもパイナップルの味がするやつとか、あとなんだっけもう忘れた。もうフルーツと混ざったクラフトビールとかもあったんで、それはね飲んだけどすごく美味しかったです。で、本題っていい本題、このねビバ45かな、ビバ5連帯進行わかんない45か。そう、このお店がタコス屋さんとなってます。そう、さっきクラフトビールを買った店の奥にあるんですよ、またお店が。どうしよう、パストールも食べたいけど次食べれなくなんないかな。なんないか、パストールくださいはい、お願いします。めっちゃ可愛いこれ。めっちゃお店可愛いいや、もうお店も可愛いし料理も美味しいし、もう昼から飲みたいよね、こういうお店で。もう私の本当にお気に入りのお店です。もう何度も言って申し訳ないけど、私リピートしない人なんだけどめっちゃリピートしましたパクチー増しとかできるの神だからマジでパクチー好きにはね本当にたまらん。で、あとね、私タコスに本当にうるさいのね。もちろんメキシコで食べまくったっていうのもあるんだけど、なんかやっぱりね、日本で食べるタコスってね全然違うの、メキシコと。なんかやっぱ全然違うな味って思うし、なんかもう日本でタコス食べてももうダメだ、もうメキシコの味が恋しいってなるんだけど、ここのお店は結構個人的に現地の味がしたというか、すごい感動したのやっと出会えた、久しぶりみたいなそうごめんね、よくわかんないテンションで。もうメキシコのタコスが恋しすぎた時にこのビバさんのタコスをいただいて、もう本当に生き返りました。ありがとうございます。もうぜひね食べてほしいです結構メキシコの味に近いなって私は感じました。すごくおすすめのお店です。パクチー乗ってるからだけかなわかんないけど私トルティージャはね柔らかい派だから硬いタコスねちょっと苦手なんだよね。このケサディージャはメキシコと全然違ってましたけど、でも全体的にやっぱりね、はい、美味しかったです。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。また食べに来ます美味しかったです。ありがとうございます。どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。
めちゃくちゃうまかった。もう本場のタコスにめっちゃ近いです。気に入ったんでまた来ます。ラストはこちらです。ハリーズシュリンプ。なんか一番人気はこのバターガーリックっていうやつらしい。うわ超楽しみ。はい、来ました。ハリーズシュリンプさんは本当に大好きですもう大好きなの多すぎて困っちゃうよね。なんか売ってるドリンクとかも、メニューもそうなんだけど、雰囲気も全部なんかハワイアンって感じで、もうここの雰囲気がとにかく大好きでした。バターガーリックとグアバで。グアバジュースです。はい、お願いします。いきますか？お願いします。はい、ありがとうございます。めっちゃ可愛い。ここの雰囲気最高、大好き。基本的に外で食べるんですけど、こういう感じでテーブルとか椅子も用意されてるので快適に食べれます。結構ね、草むらに寝転がって食べてる人とかもいて、うわー気持ちよさそうだなって思いました。お待たせいたしました。12番、13番、14番でお待ちのお客様。12番、13番、14番でお待ちのお客様。バターガーリックが一つです。今からまで召し上がれますので、お好みでどうぞ。ありがとうございます。めっちゃいい匂い。もう一言目の感想は、もうこんなにニンニク使ってくださってありがとうございますって感じもう本当にね、やばいの。香りからしてね、もう、やっぱり超ニンニクやってわかるんだけど、もう食べた瞬間、何これめっちゃうまいんですけどみたいなそう、本当に感動したの。もうバター超効いてるガーリックバター、メニューに書いてあるんだけどね、もう本当に感動した。もう雷がボーンって落ちたような感じ。大げさいや、大げさって思われるかもしれないけど、マジで美味しいの。もう本当に感激したイメージですね。こんな美味しいガーリックシュリンプ生まれて初めて食べたって私は思いました。ハワイとかね行ったことないし、なんか本場とかも食べたことないけど、なんかめちゃくちゃ濃いしうまいし最高って感じ。もうさ、時間経ってるからうまく食レポできないんだよね。もう本当それだけはさ、申し訳ないというか、もう後悔なんだけど、なんかダメだ。でもね、フラッシュバックしてくる。マジでうまかったのこのご飯にさ、バターガーリックのソースもかかってるのね。結構ライスパサパサ系なのよ、どっちかっていうと。なんかふんわりしっとりの白米っていうよりかはパサついてる。だけどそのパサつき感がね、またね、その濃厚なタレと合うみたいな。わかるで、ちなみに事実を言うと、ハリーズさんが一番リピートしましたもうね、なんならおかわりしたからこの後。マジでうますぎて。そうで、私の友達もね、宮古島来た時ここに案内したんだけど、めちゃくちゃ感動してくれて、もう本当に美味しい美味しいって食べてくれて、なんか私まで嬉しくなっちゃったそう、もう大好きなんです、ここのガーリックシュリンプ。ぜひ皆さん食べてみてください。お願いします。ただこの後めっちゃニンニク臭くなります。マジシュリンプうまかった。やっぱおかわりしようかな。はい、ということでいかがでしたか？私のおすすめ宮古島グルメ。なんかさ、最近動画撮ってなかったから、なんか喋りが下手になったね。元からだね、元から。で、さっきも言いましたけど、時間が経っちゃってるから、新しいお店なんか多分できてると思うんで、もう宮古島行っちゃって、その現地の人たちに美味しいとこどこですかって聞いて教えてもらうのも全然ありだと思います。なんならそっちの方が信憑性あるじゃん。3ヶ月しか住んでない女の、意見よりね。でも私もその住んでる人たちに聞いて、いろいろ行った中での私のおすすめなんで、いやもう本当に宮古島ついてびっくりしたのが、宮古島ってこんな美味しいお店いっぱいあるんだってびっくりした。ぶっちゃけ期待してなかったのよ沖縄情報浅い人間としては、なんかあんまりそういう情報って回ってこないじゃん。でもやっぱり現地行っちゃった方が、こんなにいっぱいあったのって本当にびっくりしました。てかマジで美味しい。宮古島のお店ってマジで美味しいって私はすごい感じました。これからシーズンも入ると思うので、ぜひ皆さん楽しんでってください。はい、ということで今回も動画見てくださってありがとうございます。気軽な参考程度にしとこうぐらいに見ていただければそれで十分です。次回の動画はね、いつアップするか分かりませんが、YouTube 動画は続けていこうと思うので、皆さんよろしくお願いします。では最後に宮古島にいた私の推しの動画でさよならしたいと思います。アディオース。
ぽいな。いやちょっと皆さん聞いてください。宮古島にめちゃくちゃ面白いおじさんがいるという、その人が超面白いんですけど、ちょっと今から撮りますね。あ、私を見て、私を見て、私を見て。もう最高。私ね大ファンなの、あの人。なんかね、あの人を見るだけでね、疲れが全部吹っ飛ぶの。I can't see